はい、それでは新型のレンジローバーイボーク、まず外観から紹介していきたいと思います。新型と旧型ちょっと一見するとなんかあまり変わらないような感じに見えるんですけども、大きな違いとしてはここのライトですね。ライトがちょっと薄くなったというか幅が細くなったというかそこが違いますね。あとは特に前側のこのバンパーとかその辺りバンパーの下の方とかですね、その辺が、少し変わったというふうにされています。全長と横幅はほぼ、同じぐらい、ホイールベースが2センチぐらい大きくなったというふうには言われてますけども、でこちら新型レンジローバーの、アイガーグレーというタイプの、新色ですね。新色、新しい色の、ボディですけども、なかなかいい色かなというふうに思います。ホイールは20インチのホイールで、タイヤのサイズは、235の 50R20 ということになっています。後ろのライトなんかも少し細くなったように見えますね。それでは中の方を見てみたいと思います。これがキーですね。レンジローバーのキーホルダーいただいたのをつけています。キーロックとロック解除、それから、ライトのオンオフも外から可能です。それから、トランクの、開閉のボタンがついています。じゃあ開けてみます。ではキーを開けてみます。でキーを開けるとこんな感じで、ドアの、取っ手の部分が浮き上がってきます。それから、ミラーが開くと。あともう一つ、下の方にですね、暗い時には下の方に、ちょうど足元灯がつくんですけども、今はちょっと明るいのでちょっと見えませんね。で開けてみます。こちらはフロント側ですけども、フロント側助手席側から見てみると、こんな感じですね。後ろ側から見てみます。後ろから見るとこんな感じですね。足元の広さまずまずといったところでしょうか。ただ頭はやはりちょっと低めに見えます。でこちらは肘掛けですね。肘掛けとドリンクホルダーがあります。あとはシートベルトと、それからこれはチャイルドシート用の、ロック機構ですね。イソフィックスってやつでしょうかね。あとはエアコンの吹き出し口とシガーソケットがついています。でこちらが後ろ側ですね。レンジローバーというロゴマーク見えますかね。これがなかなかかっこいいですよね。それから、これがリアのライト、リアカメラになっています。ランドローバーのロゴマークがついています。それから車の、ロゴマークですね。でリアの、トランクを開けてみたいと思います。トランク、ボタンを押しても開きますけども、こちらのリモコンのボタンを押すとこんな感じで開きます。広さはそれほどないですかね。ゴルフバッグはギリギリ乗る程度ですけども、斜めにして乗るって感じでしょうかね。こちらにスペアタイヤが入っています。
で閉める時ですけども、この上の方にボタンがついてますんで、このボタンを押して閉めることができます。給油口です。給油口は押すと開くという風になってます。これ前動画でお見せしましたけども、最初の時にはこの、この蓋を開けた時のですね、この部分がうまく開かなくて、初期不良ということで交換をしてもらいました。じゃあちょっと前の方を開けてみますね。前のドアのポケットの部分になります。ここがロックですね。それからこれはミラーの調整とパワーウィンドウと、これはチャイルドロックと、パワーウィンドウの後ろ側のパワーウィンドウのロックとなっています。こちらにスピーカーがあります。前の座席はこんな感じですね。パワーシートがこのようになっています。またレンジローバーのロゴここについていますね。あとはボンネットを開けるレバーとライトの調整、それからこの P っていうのはパーキングの。それではエンジンをかけてみます。ブレーキを踏みながら今エンジンがかかりました。いわゆるメーターパネル、インストゥルメンタルパネルは、オプションをつけていませんので、真ん中だけ、液晶で、周りは通常の、メーターになっています。メーターパネルはオプションで、フル液晶にすることも可能ですけれども、今回は、真ん中が液晶のものになっています。それからですね、センターコンソールといいますか、こちらも、タッチパネルで液晶のタッチパネルのものもオプションであるんですけれども、こちらは通常の、パネルということになっています。それからナビですけども、10インチの液晶、細長い液晶画面になっています。ナビの画面ですけども、こちらナビゲーションですよね。それからメディア、これテレビとかそういったものですね。あとは電話、これはいわゆる、ハンズフリーテレフォンということになっています。特徴はやっぱりこのカメラですかね。非常にカメラの数が多くて、全部で7つか8つついてるんだと思うんですけども、こういうふうに見ますと、まずこれはよくあるようなアラウンドビューって言われるようなビューですけども、これもここを押しますと、それぞれの場所をこう見ることが可能です。でこちらのカメラマークを押しますと、いろんな場所の、後ろのカメラとか、後ろのちょっと手前ですかね、あと前の方のカメラ、一番前のカメラですね。とそれからここのボタンを押しますと、これはクリアサイトグランドビューっていう、ボンネットとかそういうのが取り払ったような映像といいますか、そういうのを合成してるんですけども、それが見ることができると、なかなかこれは面白いですよね。実際にあんまり運転するときに使うわけではないんですけども、こういうのもあると。あとバックギアに入れると、こういった形でバック、後ろと、それから、左側の側面ですね、その、画面が映ります。それから前に進むときに、前に入れると、クリアサイトグランドビューのまま少し進んでみますけども、こんな感じになります。
ういうふうに完全に透き通って下まで見えるという、なかなかこれは面白いかなというふうに思います。実際そんなに使うかどうかと言われるとなかなかこれを見ながら運転するわけではないんですけども、非常に状況によってはですね役に立つのかなというふうに思います。それから下の方の、センターコンソール、とってもツヤツヤしてて、ちょっと僕の顔も映ってますけども、通常のエアコンのボタンですね。それから両側でデュアルエアコンのスイッチがついています。あとはエアコンのファンの調整であったり、これは走行モードですよね。このスノーモードであったりとか、あとはちょっとオフロードが強い、傾斜がきつい場所とか、そういう低トラクション発進とかですね、そういう時に使うような走行モードがここを押すと出てきます。こっちを押すとエアコンのファンの調整が可能ですね。これも傾斜の強いところで走るためのモードということになっています。ここが、ドリンクホルダーになっています。それからセンターコンソール、USB のポートですね。あとマイクロ SIM を挿すところがありますので、ここにですねいわゆる格安のSIM とかそういったものを挿すと、車内で Wi-Fi が使えるようになると。iPad なんかで Wi-Fi だけしか使えないような iPad なんかを使うときに、重宝しそうなものがついています。それではちょっと走ってみたいと思います。こちら側のですねボタンを押しながら下側に入れるとドライブモードになります。そしてこれが、ギアをマニュアルといいますか、手動でギアを変えることができるのだと。リアに入れるときもやはりここのボタンを押しながら、ここを押しながらですね、前に倒すとリアに入ります。で、あとは P を押すとパーキングということになります。はい、それではこれからまず一般道を走ってみたいと思います。この上のですね、サンルーフみたいな感じで屋根の開く、これがオプションですね。でこれはオプションでつけれるんですけども、結構いろんな装備品、先ほどインストゥルメンタルパネル液晶にもできますよって言いましたが、いろんなオプションがあっていろいろつけていくとベースは500万しないんですけども、いろいろつけていくとすぐ700万ぐらいになってしまいますので、オプションに関してはなかなか難しいなという感じがします。中央の液晶画面ですけども、速度計と、それから今、このメディアで何が出てるのかっていうのが出てますけども、あとは、ガソリンのメーターが右側ですね。それからイオン系でしょうかね、左側。あとは下の方に、距離と、変速が表示されています。でこの辺りも少しずつ説明していきたいと思います。速度計は280まで一応メーターがついてますね。では行ってみます。まず乗った感じですけども、乗り心地としては通常、車高ですが、車高は比較的この系統の SUV にしては低めかなという感じがします。ジープとか辺の本格的な BMW、X と本格的な SUV に比べるとちょっと見た目は低いかなという感じですね。またベルファイアなんかと比べても低い感じはします。ただセダンよりは間違いなく高いとは思いますけども、基本的にはあまり高くないなという印象があります。エンジン音ですけども 2000cc ですので結構
あまり音がいいとは、正直言えない感じでしょうかね。排気量の大きい車のような、重厚な感じもないですし、かといってそれほどうるさいわけではないんですが、あまり音がいいとは言えないかなという感じはします。ロードノイズに関してもですね、それなりに入ってきます。これはやっぱりタイヤなんかにもよりますけども、そんなに静かっていう感じではないですね。後で高速道路も走ってみせますが、高速道路に入ってもでもあんまり変わらない感じがします。ロードノイズといいますか、タイヤノイズですね。高速道路に入っても意外に変わらないような感じはあります。こちらのメニューですけれども、これは音量ですね。でこちらは、テレビなんかのチャンネルを変えるものですね。でこちらのメニューを押しますと、真ん中の液晶のメニューが変わります。でここでいろいろ設定ができるということになります。ドライバーアシスタンスの起動であったり、トリップコンピューター、それから表示の設定、車両設定とか、そういったものが変えることも可能です。輸入車は通常そうなんですけれども、左側が、ウインカーのスイッチレバーで、右側が、ワイパーの主にワイパーのレバーということになっています。それからこちらがですね、アダプティブクルーズコントロール、クルーズコントロールプラス、車間ですね。これが車間の、設定のボタンになりますけども、上を押すと、クルーズコントロールがセットされて車間を一定に保てると。でキャンセルを押しますと、そのクルーズコントロールがキャンセルされるということですね。でこちらはレーンキーピングアシストですね。車線維持のようなものですかね。でこちらは、スピードリミッターですね。速度をどれぐらいまでに制限したいときなんかに使うということになります。これからそれでは高速道路に入ってみたいと思います。クルーズコントロールですね。一般道でももちろん設定が可能です。こちらのセットを押してそうですね、今、先ほどはついていなかった緑色の、今56っていうふうに出てますけども、今アクセルを離しました。それで、車速が56キロ、だいたいその辺に維持されるということですね。今アクセルもブレーキも踏んでいません。でこれでこの状態で、このプラスを押してみますと58、2キロずつですね上がっていきますね。58、59って感じですね。58、60って感じですかね。2キロずつ上がっていくので、マイナスを押すと2キロずつ下がっていくということになります。で、前の車、アダプティブですので、前の車との車間を一定に保つわけですね。今ブレーキ踏んでないんですけども、前の車止まりましたので、だんだんとこの車も止まってくると。今何もブレーキのアクセルも踏んでいません。こんな形で、完全に止まるところまで、止まります。今前の車も遅くなりましたんで、ブレーキは踏んでないんですけども、31キロぐらいのスピードが下がりましたね。でここから高速道路に入っていきます。高速に入りました。現在110キロですけども、ここでまたクルーズコントロールのボタンを押してみます。で今104キロの設定になってまして、ちょうど104キロぐらいになると、スピードが
クして走っています。で、手を今離してるんですけども、微妙にですね、ちょっと調整はしてはくれるんですけども、やっぱなかなか、完全にレーンをトレースするっていうのはやっぱ難しいようで、あとは時間が経つと、しっかりとホールドしろというような、命令が出てきます。ここはやはりまだ完全な自動というわけにはいかないんでしょうね。ちょっと高速道路だと思ってますね。それは乗っててですね、特別高速道路に関しては、乗り心地も良くて、通常の SUV なんですけども、先ほど言いました通り、一般道を乗ってる時に言いました通り、ロードノイズに関してはですね、高速道路も一般道があまり変わらないような感じの、そういう意味では静かなのかなというふうには思います。あとちょっと気になったのはですね、ブレーキが意外と踏むとグッと思ったよりも効いたりとかですね、そういうことが、あって、これはやっぱ慣れの問題だとは思うんですけども、車ごとにそのあたりが違うので、なかなか、一概にいいか悪いかっていうのはちょっとわかんないんですけども、ちょっとそういうのは気にはなりましたね。やっぱり中がそんな広くはないので、子供であればですね、後ろの席問題ないと思うんですけど、大人が乗る分にはちょっと狭い感じはするかなという感じはしますね。やっぱそのあたり、大人2人子供2人とかですね、それぐらいであればあまり問題ないような感じには見えます。コンパクトなのに高級な SUV という点では、このレンジローバーエボークはすごくいいんじゃないかなというふうには思います。アイドリングストップ、今分かりましたかね。アイドリングストップに関してはですね、結構停車中、特に夏のエアコンが効いてる時なんかにはバッテリーを食いますので、どちらかというと切っておいた方がいいような感じはしますけれども、燃費に対してもそんなにいい影響はないみたいですので、アイドリングストップに関してはまめに切るというのも一つの手かなというふうには思います。助手席側から見るとこんな感じの景色になりますよね。はい、それではレンジローバーのアプリをご紹介します。こちらのアプリですね。すごくいいアプリで、タップするとまず自社の現在地が分かります。これもう盗難された時なんかにはすぐ分かってすごくいいですよね。あとは燃料レベルとか走行距離なんかも、記録されています。それからロックの解除なんかもこのアプリから可能で、トランクとかそういったところのオープンとかクローズとかそういった設定もできるというふうになっています。他にはエンジンの暖気運転ですね。エンジンスタートをリモートですることができます。あとは走行履歴ですね。今日とか今月どれぐらい走ったとか、そういうのも記録されています。で、履歴を押すと走行ルートなんかもこういうふうに出てくると、こういった形でですね、なかなかこの辺も面白いですよね。このように非常に使えるアプリ、実際にどれぐらい使うかはちょっと分かんないんですけども、いざという時とか、何か旅行に行った時とか、そういった時に記録をするのにはとても便利なアプリじゃないかなというふうに思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。これからも時々車の実走行レビューをしていきたいと思っています。ためになった、面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。